はい、皆さんこんばんは、コルグ松本です。毎週土曜日、渋谷のコルグのショールーム、コルグエクスペリエンスラウンジ渋谷からお届けしております配信。今回はワークステーションの奥深い世界エフェクト編をお送りします。ワークステーションのエフェクターの変わり種のものだったりとか、こんなものがあるのかと、こんな使い方ができるのかといったものがたくさん入っておりますので、そういったちょっと面白いものを紹介していきたいなというふうに思います。ベースの音色は、ベーシックなこのレピの音色で、いきたいなというふうに思います。エフェクトの掛けがいがあるといいますか、どんどん重ねていってどんどん変な音にしていこうというふうにしていきたいと思います。まずその、ワークステーションシンセの、エフェクトの基本といいますか、どういった、システム、作りになっているかというところから、ご説明したいと思います。まずエフェクトは3種類、あります。まずインサートエフェクト、マスターエフェクト、トータルエフェクトの3種類あります。まずはインサートエフェクトから、見ていきます。インサートエフェクトはまさにそのギターのコンパクトエフェクターをイメージしていただけると分かりやすいと思うんですけれども、音色の、その演奏した音色からその出力されるアンプやスピーカーの間にエフェクターを挟み込む、挿入するようなエフェクトという形になります。でこちら今、今日は ChromeEX で、紹介してますけども、機種によって異なりますが、ChromeEX の場合はそのインサートエフェクトが、5系統、使うことができます。でそのつなぎ方であるとかつなぐ順番でどういったエフェクトを選択するのかというのを、画面上で選ぶことができます。で次に、マスターエフェクト、こちらは、センドリターンがついている、どちらかというと空間系、メインで使うことが、多いエフェクトになります。ワークステーションシンセの音色の中でも比較的そのリバーブであったりとかコーラスといった空間系が多く、プリセットで設定されていることが、ほとんどです。で最後に、そのマスターエフェクトを通って、出力される最後に、控えているのがこのトータルエフェクトという音の出力の最終段に構えています。でこれはいわゆるリミッターやコンプであるとか、そういった、レベル調整系であるとか、マスタリング系のエフェクトが入ることが多いんですけれども、何でも使える、便利な、エフェクトというふうになっております。この 3つのエフェクトを、うまく使いながら、音作りをしていくというのが、ワークステーションシンセのエフェクトの作りという形になっております。で、じゃあ早速ちょっといろいろとご紹介していきたいなというふうに思います。まずこのエレクトリックピアノの、音色の中で、インサートエフェクトはすでに、それぞれ、設定されています。今この音色のエレクトリックピアノの中ではインサートエフェクトの設定はこのスモールフェイザーというフェイザーを通って、その後、エレクトリックピアノトーンプラストレモロでそこからエレクトリックピアノキャビネットドライブと、このフェイザーを通った後はその後の、トーントレモロとキャビネットドライブというのは、実際の本物のエレクトリックピアノの、機構を、モデリングした形のエフェクトの配列となっています。で最後に、マルチモードフィルターというエフェクトを通って、出力されるという設定になっていますが、面白いエフェクトとして、ご紹介していくと、まずプリセットでも一つ入ってますが、この1番ですね、このスモールフェイザーとありますけれども、お察しのいい方はわかるかもしれませんが、スモールフェイザーというのはコンパクトエフェクターの、いわゆる、定番機といいますか、そういったエフェクターを模した、ものになります。でそういったエフェクターがこの ChromeEX の中にも様々入っておりまして、まずこの最初にスモールフェイザーを通りますが、じゃあ例えばその次、じゃあコルグといえばというところで、ここか。こちらですね。はい。ボックスの、ワウとあります。こちらも使うことができます。で、冒頭で5系統と言いましたので、早速なので、もうどんどんと、いきたいなと思うんですけども、その、後に、じゃあそうですね。例えば、レッドコンプとありますと。これも、定番機となります。で、フェイザーワウ。他にもじゃあコーラス。
ですね、コーラスでいうと、この例えば、ヴィンテージコーラスというのがあります。はい、これですね。はい。というふうな、このようにさまざまなコンパクトエフェクターを模した、音色が、いろんなエフェクトは使うことができます。何もエフェクトを、通さない状態で弾くと、このような音色ですけども、コンパクトエフェクトをじゃあ全て、つけた状態でいきたいと思います。この状態で弾くと、このように非常にちょっと過激な音といいますか、エフェクティブな音が、楽しめます。でなおかつ、比較的こういったエフェクターの、かかりが素直なものだったりとか、いったものも多いんですけれども、こういったコンパクトエフェクターをモデルにしたものなので、非常に聞きがいいといいますか、過激なかかりが楽しめますので、非常に音作りのしがいがあるなというのが、あります。というのがまず一つの、コンパクトエフェクター直結という形で、今ご紹介しました。で、その次ですね、最近のそのトレンドといいますか、いわゆるその汚し系というんですかね、ちょっとこう、最近はこの Chrome もそうですけど、特にあとはソフトシンセなんかだと非常にどんな音色でも綺麗なリアルな音がするという特徴がありますが、そうした中でよりこうトラックの中ではもう少しこう荒々しさというか生々しさが欲しいケースというのも多くあると思います。そうした時に必要なエフェクトというのがいくつかありますのでご紹介していきます。まず一つがこのステレオデシメーターというエフェクトがあります。これはエフェクトのタブの中で EQ フィルターという中に入っているんですけども、単純に音色を劣化させるエフェクトになります。普通に弾くとこの状態でエフェクトオン。この状態だと少し分かりにくいかもしれませんけども、このパラメータの中に、サンプリングフリークエンシーという、パラメータがあります。これを落としていくとこのようにこうビットが落ちていくような、まさにこう荒々しい、非常にこうローテクな音がするというか、これはこれで非常に使い出のあるといいますか、今聞くと非常に新鮮な印象のする、音色かなというふうに思います。で、同様にこの汚し系でいくとデシメーターの下に、ステレオアナログレコードというエフェクトがあります。もう名前の通り何も弾かなくても、今何も弾いてない状態なんですけども、この状態でもすでにこのレコードノイズ、のような音が入っています。そういった設定というのも今このノイズレベルというのがあるので、これを上げていくとこのように上がっていきますし、少しうるさいようでしたら下げることができます。でなおかつこのピッチの揺れ感みたいなものも調整できるので、とてもこうローファイな感じの、音がするといいますか、いわゆる最近よく言う流行りのローファイヒップホップであるとか、そういった雰囲気を出すには非常に、有効なエフェクトなのかなというふうに思います。はい。はい。で、次ですね、3つ目が、ホールドディレイで、簡易ルーパーを作るという、のをやってみたいと思います。どういうことかと言いますと、まずインサートエフェクトの中に、ダブルサイズエフェクトといって、インサートエフェクト5系統と言いましたけども、そのうちもう2つを使ってしまうという、ちょっと容量の大きい、インサートエフェクトというのがあります。その中の一つにこのホールドディレイというものがありますが、これがちょっと面白いエフェクトで、普通でしたらディレイというのは弾いたらそのままこう余韻が減衰していくと思うんですけども、この
ホールドディレイの場合は、減衰せずにそのまま残るような形になっています。で、プリセットの設定では、このピッチベンドレバーですね、これを上に倒すとその録音をする状態になります。じゃあ例えばちょっとじゃあトラック付きでやってみます。じゃあ録音します。このようにレバーを倒して弾くだけで、今弾いたものが1小節、録音できると。でこれはどんどん重ねていくことができます。というふうな、感じで、どんどんと重ねていくことができると。で、重ねたものを消したい場合は、この今レバーを倒して録音しました。これを下げれば、下げている間の鳴っているものが消えるというような、なかなかルーパー自体はこのワークステーションシンセは通常入っていないので、とはいえ簡易的にちょっとこうループで録音したいなというふうな、ことあると思うんですけども、このホールドディレイを使えば、一発でこのループ録音ができるということで、非常に面白い機能だということで、ご紹介させていただきました。はい。で、4つ目最後ですね。このエフェクトの中で、まずエフェクトを選ぶ段階で、ここに画面上にタブが出ておりまして、エフェクトの種類、大分類ですね。数ある中で、どんな種類を選びますかと。ダイナミック、EQ フィルター、歪み、空間系、コーラス、フランジャー、フェイザー、モジュレーション、ピッチシフト、ディレイ、リバーブ等々あるんですけども、この、モジュレーション、ピッチシフトというのが非常に変わり種といいますか、極端に音色の変わる、もしくは、他ではなかなかちょっと見ないようなエフェクトが入っているので、ここを紹介していきたいなというふうに思います。まずこのモジュレーションピッチシフトの中で、ドップラーというのがあります。もうその名の通りピッチが上下する、こういった音色なんで、これはエレクトリックピアノよりも持続系の音色の方が分かりやすいかなと思うので、少し音色を変えていきたいというふうに思います。そうですね。じゃあ例えばこういうボックス系の、クワイヤー系のパッドがありますが、じゃあこういったものを先ほどのドップラーをかけてみます。ちょっと面白い感じに、奇妙な感じの、効果が演出できるかなというふうに思います。はい。で、続いて、ご紹介しますのがその次ですね。その下、スクラッチというのがあります。もうその名の通りではあるんですけども、スクラッチ音が鳴るという、エフェクトで実際に、見ていくと、スクラッチのこのエフェクトのページを見ていると、このジョイスティックを前に倒すと、そこがスクラッチソースになっていて、それを前を倒すことがスクラッチが鳴らす、スイッチだという設定になっています。もう何も弾かなくても、ここを、レバーを倒すだけでスクラッチ音が鳴るような、非常に珍しいエフェクトになっています。ちょっとこう SFX 的に使うと面白いかなと思います。ちょっと使いどころはなかなか限られるかもしれませんが、なかなかこういったエフェクトはないので、うまく使えば非常にかっこいいのかなと。例えばこういう、トラックものですかね。こういったオケがあったとして、ちょっとこれになじませるような形といいますか、
これギミック的に使うの面白い。ウェットそのまま全部鳴らすとちょっとうるさい感じになってしまうので、ちょっとだけエフェクトを減らしてちょっと鳴るぐらいにしておくと面白いかもしれません。という、スクラッチというエフェクトでした。で、最後に、グレインシフターというエフェクトがあります。これはどういったものかというと、すっぴんだとこの状態で、このグレインシフターというエフェクトをかけます。そうすると、なんとも風変わりな、非常に高速な、ルーパーといいますか、それで極端な音の変化をするようなエフェクトになっています。でこれも、設定でこのピッチベンドレバーを、左右にやることでこのようにスピードが変化している。シンプルなトラックも結構このような面白い効果が生まれるようになっています。はい。というふうな形で、面白いエフェクトをいろいろ紹介させていただきましたが、これ今回は ChromeEX でご紹介しましたけれども、いわゆるコルグのワークステーション申請、今出ている製品ですと、クロスですとかノーチラス、こういった製品にも、こういったエフェクトが多く入っています。機種によってエフェクトの数であるとか、同時使用できる数というのは異なりますので、実際に、お持ちの製品で、試してみていただければと思います。このエフェクトをですね、うまく使ってぜひ音作りの幅を広げてぜひ楽しんでいただきたいなというふうに思っております。それではまた次回の、配信で、お会いできたらと思います。ありがとうございました。